僕もいい年になったし、先に激しいライブをやるんだとしたら、一番体力を使うライブをやらないと、あとどれぐらいやれるかっていうのはもうわからないし、実際に YFC のライブっていうのは、僕のどの他のコンセプトのライブに比べても激しいんだよね。もちろん他のライブもその体力的な部分で言ったら、かなり体力は消費するものではあるんだけども、 YFC は特別それが激しいというか、通常ガクト名義のライブっていうのはかなり、コンセプチュアルなものなんだけれども、 YFC っていうのはもう本当にずっと見に来ているファンのみんなと叫び合ってるというか、魂の叫び合いもそうだし、ライブ自体の構成もそうだし激しいし、そのライブを後に回した時にもうできないっていう状態になってしまったら、それも本末転倒だなと思ったから、まず、コロナのタイミングで激しいライブが止まって、でしかも僕自身が病気したっていうのもあって、体力をだいぶ戻すのに時間がかかったっていうのもあるし、でそのためにこの2年半かな、ずっとそれができるように体を戻してきたから、 YFC を先にやった方が一番今いい状態の激しいライブを見せることができるんじゃないかっていうことからかな。メンバーも僕と同じようにみんな年を取ってるっていうのもあるし、前のメンバーでは正直あのクオリティはもう出せないかなっていうのもあったし、あとやっぱり理想としているバンドのこの形態、バンドの形に対して、じゃあ前のメンバーがついてこれるのかってなった時に、この精神的な部分も肉体的な部分も、仕上げられないだろうなっていうのもあった。で僕自身がやっぱり世代の若い連中とやることで、僕自身にも危機感が必要だったし、彼らを牽引していく、引っ張っていくんだとしたら、僕はもう死ぬほど頑張んなきゃいけないし、そういう意味で若い世代の連中で今回は全部まとめて、で彼らのその表現力を引き上げるのは僕がやるし、で前のメンバーも新しいメンバーのその YFC の演出、 YFC のメンタリズムみたいなものは教育してもらう立場に入ってもらって、その新しい YFC を仕上げるのにも関わってもらってる、それが新しいメンバーにした理由かな。やっぱりずっとあるものだと思ってしまいがちなんだけど、みんな僕が僕自身にタイムリミットがあることをすごく感じてるし、この5年の中で自分ができる限りの活動で表現してやるだけのことをやりたいっていう気持ちもある。で
YFC をやって他のガクト名義のライブもやってっていうのはかなり難しいんだよね、でやりたいことはもちろん他にもあるし、5年の中で YFC で表現できることは全てやってしまおうっていうのがまあ今思ってることだから、5年っていう縛りをつけて、その中で時間がないっていうことを僕以上に関わるスタッフ関係者にも理解してもらいたいし、そうじゃないとみんな時間の観念って意外とみんな緩いんだよね。危機感がないというか、まあだからあえて5年っていうふうに区切りをつけて、時間がないんだってことを共通認識のもとにやろうってことから始まったかな。もちろんその自分の作り上げる世界を表現する場所ではあるんだけれども、常に僕の中では、どのコンセプトを元にして作った作品でもやっぱりこう生と死っていうのが入ってるんだよね。見に来た人たち、まあもっと言うとその出会った人たち、この同じ時代に生まれて同じ空間を共有できて、そして魂を交換できる、そんな人たちと出会えたことっていうのは奇跡だと思うんだよ。奇跡の中で魂の叫びをキャッチボールする場所っていうのがライブなんじゃないのかなって思う。だからどれだけそのストリーミングの世界が発達しようが、ストリーミングでは届けられないものがあるし、情報としては届けることができたとしても、その生でしか感じられないものっていうのが必ず会場にはあって、でそこにはそのシンパシーとかシンクロニズムとかっていうものが存在していて、ライブの会場に足を運んだ人たちと一緒に作り上げたその世界がまさしくライブで、そこにしかないもの、そこにしかない空気で、そこにしかない世界で魂を交換する場所、魂の叫びを交換する場所、それが僕にとってのライブかな。まあそれはライブに足を運んでくれた人たちがまず感じてもらうことだから、あえて僕からここが見どころだよ、ポイントだよっていうのは言わないし、実際生で見てみてどう感じるのか、どれぐらいパワーアップしているのか、どれぐらい勢いがあるのか、どれぐらいこう心の底から叫び合えるのか、それは体験してもらいたいね。まあもうすでにライブに向かう準備はしているし、その体力的な部分だったりとか体系的な部分だったりとか表現をするっていう部分だったりとかっていうのはもう始まってるんだよね。ただ実際にみんなリハーサルに来て感じると思うんだよ、このままじゃ足りないって。でそれをどれぐらいメンバーが高めていけるのかっていうのは、大きなテーマになるだろうね。まあ厳しいリハーサルにはなるだろうけど、関わるメンバーたちにとってはその経験はきっと今後の財産になると思うし、まあどの現場よりも厳しい環境が揃ってるからね。うちでやっていくっていうのはすごくしんどいことだよ。それを
精神的な部分も演奏的な部分も表現力の部分も体力も含めてスキルアップしていかなきゃいけないっていうことを肌で感じるだろうし、このままじゃダメだって思うその緊張感のレベルは他には存在しないものだと思うから、その中でもしかしたら脱落するメンバーもいるかもしれないし、メンバーの入れ替えがあるかもしれない。でもそれはやってみないと分かんないからさ。だからある部分楽しみでもあるし、みんなうまくやってくれればいいなっていうふうに思ってもいる。ただ僕は一番何を大事に思ってるかっていうと、その仲良しバンドやりたいわけじゃないからさ、見に来てくれる人たちのために存在するバンドでありたいし、そのために必要な判断があるのなら、メンバーを変えたりすることもあるんじゃない？